44C。おはようございます。吉正です。今日はいただいてきたホロの動作テストとか、このいただいてきたホロと前からついたホロ、そこからオイルラインを取り外す、それからもらってきたやつのオイルラインを古い方のホロにつなげるっていうことをやりたいと思います。で、まず最初に何をやるかというと、動作確認テストですね。あそこについ先日外した CX5 のバッテリーがあります。まだ電圧で 12V あったはずです。それにこのモーターを作動させてみて、ホロが動くのかどうかっていうことをまずやってみたいと思います。それでは始めていきます。はい、12.43 あります。この電線ですね、ぶった切って、こんなクリップをつけていきたいと思います。OK。はい、これで2つできました。次はこの反対側、ここもぶった切ります。OK ですね。で、今回もらったモーターはかなり綺麗ですね。ここに品番が書いてあるね。メイドイン USA か。これなんか社外品っぽいね。でも純正なのかな。で、ここに、クリップがあるので、これ一旦外してと。はい、で、これでモーターだけになりました。で、ちょっと見えにくいんですが、リザーバータンクに残ってる液量、見えますかね。これが分かりやすいか。半分ちょいある感じですね。ミンとかマックスとかあんのかな。この黒い線が補充する量なのかな。ちょっとそれは分かんないですね。では動作確認テストしてみたいと思います。では行きます。挟んでつけます。あれ動かない。うんともすんとも言わない。なぜだ。おお、来た。やっと来た。そしたら逆やってみようかな。やっぱこのプラスマイナスを変えれば縮んでいくんですね。はい、ではこれから、このシリンダーをホロから外そうと思うんですが、ニュースティッツインフォを見てると、
どうやらここのケーブルを固定しているところ、それから、ここのケーブルを固定しているところ外す、それからこの中央のこのトルクスを外す、このトルクス、シリンダーがあるけどこのトルクスを外す、それからもうカバー外してありますけども、ここのトルクスを外すっていうことでいいみたいです。やってみましょう。まずはここの辺からいくかな。 T20 だし、T20 ですね。ここか、ここが30ですね。そしたらここか、 T40 だと思うんですが、抜けてこないぞ。あとどうもここがつながってるみたくて、ここにC ピンっていうのかな、ルが挟まってるので、これを取ればこのピンがあっちにスライドして抜けそうな感じがします。あとこのケーブルなんですけども、この上のこっちの反対側のところにセンサーが固定されているので、それも取っとかなきゃいけない感じがします。先にこのケーブル剥がしましょうか。画面ほぼ中央に映ってるシリンダーのちょっと右上のところにあるこのトルクス、これを外すみたいです。ここになんかセンサーが、四角い箱がセンサーみたいです。多分トルクス20だね。ここもだ。ここにもセンサーがあるな。どう映るかな。これですね。このセンサーも取るみたいですね。このセンサーです。外れないな。伸ばしてあった方がいいのかな。ここのピンを取っていきたいと思います。何だったかな、なんか違うですね。取れた。叩いたら抜けました。抜けた先がこんなになってますね。もうちょっとこう叩いて完全に抜けばいいかなって気がします。よいしょ。はい、こんなボルトが抜けました。そしたら抜けた。うわ、すげえ。はい、抜けました。取ったのはこんなもんですね。このプレートはここの下に挟まってます。で、これがその T40 のやつ。ゆるみ止めがバッチリついてますね。それからこれがどこだっけな、この辺のボルトだったかな。それからこれがそのここですね。サークリップが挟まってるところ。ですね。これ何だったっけな。忘れた。で、大事なものがこのサークリップですね。さっきのこのピンを抜くときにはめるときにこれが必要になってきますね。はい、反対側行きましょう。取れた。
取れた。はい、取れました。ここ2箇所、ここ1箇所、こことここか。で、これがここか。で、違うな。これとこれか。これとこれも入れるんだな。これとこれが、ひっくり返せないけど、ここがこれで、ここと、ここがここかな？違うな。ここがここかな。よくわからんくなってきた。さあ、元に戻せるのかな？心配になってきたな。ほら、ひっくり返しました。で、このオイルのラインを、切っていきます。この2つの線はオイルラインですね。オイルを入れる方、抜き差しする方ですね。それからこのセンサーは多分ここハードトップが刺さる穴なので、そのハードトップが装着されているかどうかを調べるためのセンサーなんだろうと思います。ではここで改めてもう一回シリンダーの様子を撮影してみたいかと思います。一旦飯にしよう。昼飯食ってきました。じゃあ次2つ目のフォローのハイドロユニット外します。床に外して床に落ちたんですけど、これ猫かなムジナかなわかんないですけど、泥だらけにされてしまってます。
が抜けにくいやつでね、ここにもあったんでね、あとここ抜けましたよと。次はこの穴はここですね。この穴はここ。これがここですね。そしたら取りにくかったここはどこにつくんだ。ここか。ここは多分取らなくてよかったんだ。はい、じゃあ反対側行きましょう。完全にこっちのオイル抜けですね。助手席側のシリンダー触ってないんですよ。触ってました。で、このレバーが意外と簡単に動きます。これ動いちゃいけないんですが、こっちか。こっちが今片手でも動くんですね。今ゴボゴボっと音がちょっとしたと思うんですけど、これオイルが逆流してる音ですね。そして俺の手がオイルまみれになってしまいました。多分やっぱりこのシリンダーの上部あたりの方から漏れてるんだなっていう気はします。オイルでテラテラになってますね。このサークリップ抜けばなんか抜けそうな気がするんだけどな。サークリップはこっちだけか。ちょっと抜いてみようか。じゃあここのサークリップを外して、こっち分解してみましょう。私の車にもともとついてたホロですね、このホロ本体の方にもらってきたホロのシリンダーをつけるというようなことをやりたいと思います。